Welcome to Angara, where we take a deep dive into Japanese underground music. In this episode, we meet Wang Dang Doodle. This pair place their musical origins in blues and roots music, but have combined their favourite genre with hip-hop and J-pop elements to create a danceable sound that is unique and fantastically original. The result is one of the most fun live shows you can experience in Tokyo, and today we're going to check it out. 私が幼少期からずっとブルースミュージシャンとして活動をずっとやってたんですよね。3歳ぐらいからもうずっとブルースばっかりやってて、いろんなミュージシャンと一緒にやっていく中で、たまたまブルースセッションに行く機会があったんですよね。かほりがお母さんと一緒にいらっしゃってて、そこでかほりと出会ってなんか昔からその雑誌とかでちょっと知ってて、私はその時まだ高校生とかでセッションとか行ってもほとんど年上の男性しかいないからなんか行ってもちょっと怖いなっていう気持ちとかもあって、でそれが参加するっていうのを聞いたんで、あ、じゃあちょっと行ってみようかなって。とかやるってなった時に、かほりが「じゃあ上がんなよ」みたいな、めっちゃ若いなこの子って思ってて、がっつりソロ回したりとか、いろいろ結構小さな無茶ぶりをね何個か渡したんですよ。でそしたらいけんなと思って、ちょうどバンド組みたかったからメンバー帳集めてて、もうその次の日にかほりにすぐ電話して「さバンドんない?」みたいな「あはい」みたいな。って言ってもそこからびっくりだよそっからワンダンの前身バンドのミスターもみじバンドっていうのをやり始めたんですよ。ね、フジロックに出たねっていう、謎な経歴が出来上がった。なんだこれ。シャイニーモーニング散歩に出かけたいけど、ふと気づけばロンリー、君からの電話待ちくるめベイベー。でその時に今もサポートやってくれるドラムのデザレが、そこでちょうどアメリカに留学行くっていうので、その4年間どうするかってなった時に、私がシンガーソングライターやってた時も打ち込みちょっとできたんで、じゃあ打ち込みでブルースやってみるみたいな感じになって、今の全身の携帯に至るっていう感じ。2人で住んでる中でコロナ禍にすぐなっちゃって、どうしようみたいになって、なんか2人とも飲食店とかで働いてて、もうすぐ来ないでいいですみたいになっちゃって、どうするみたいになってまあなんか曲とか作るかみたいなってなって、もうそのまま一緒に住んでることをうまく利用し、曲を作り合いブルースって売れないってずっと言われ続けてたんですよね。だったらブルース売ってやるよっていうそうね。なんかそもそも私たちがその意気投合したきっかけが、私たちが聴いてきたルーツミュージックを同じ年ぐらいの子に広めたいって思ってる思いがやっぱあったんですよ。ブルースばっかりやってるバンドで、やっぱりブルースの良さをもう知ってる人しかつかなかったなってちょっと思ったんですよね。そうなんだよね。まあもうちょっと頑張れたかもしれないけど、ちょっと天井を見てしまった感じがあって、なんかこのままでもいいけどこのままでもダメなんだな。私たちのやりたいビジョンみたいなのはこれではちょっと叶えられない気がするって思ってて、やっぱなくなっちゃうのが怖いんですよね、ルーツミュージックがね。
もう今ブルースを聴いてる世代がもういなくなったら、そうね、もうゼロになってしまう可能性があるって思って、サブリミナル的にっていうか、あんまりわかんないように、みんながブルースってわかんない程度にちょいちょいっていうのをポップスの中にエッセンスとして取り込んだりとか、ライブの時にガーッとブルースギターとかブルースハープを吹いたりとかして、それでこれブルースっていうジャンルが元になってるんだっていうのに分かる人に分かってもらえればそれでよくて、そういう人をちょっとずつ増やしていきたいって思ってます。毎回ライブがあるごとに、瀬戸りとかアレンジとか全部変えてるんですよ。変えてる。すごくないですか？でもその作業がね、好きなんだよ。そう、多分ね、そう。毎回絶対つなぎとか変えたいし、やっぱその現場の空気感って毎回違うじゃないですか。それに合わせてね、そうやりたいよね。そうなんです。あとドラマとかシンセも入れたりしてるんですけど、その人の特性を生かした感じにしたいんで、一番映えるようにシーケンスは抜いたり入れたりしてますね。突然リハ中にセッションしながら、あれこれいけんなみたいな感じで歌い出しちゃっていけましたみたいな感じでになる時もある。その瞬間がでも結構楽しいですね。作る上で結構性格の差みたいなのが出てて、もみじは結構作るものに対するハードルが多分そんなに高くないんですよ。そう、なんか大雑把なんです。とにかく原案が結構もみじで、私がアレンジっていうことが多いんですけど、私は結構緻密にこう揃えていく作業で完璧に入れていくのが好きなんで、で私は逆になんかドーンって感じでっけえステージドーンみたいな感じの考え方。でっけえステージでもマイク通さなくても声通っちゃうぐらいの人大好きリッツォとかも最高って思うし、イエーイ、良き感じ。ありがとうございました。次の曲が最後の曲になります。正気です。次の曲はですね、このパーティーにきっとみんなダンシングトゥナイトしに来たんですね。Bring it
まあとりあえず海外行きたいよね。あ、そう、海外進出を目指してますとにかく、まあでもそのために日本で今、なんていうの大きくしていってるところがあって、まあ、まだ大人が全然しっかりついてもらえてないっていうか、まあ知らない私たちのことを全然、とにかくもう知らなかった人にライブを見てもらうっていう機会を増やしたいですね。ライブがやっぱ持ち味だなと思ってるんで、なんかヒップホップとかについて最近ツイッターで揉めてることをすごく目にするんですよ。あるねあるね、そのルーツがどうとかリアルがどうとか、めっちゃ言ってるけど、結局たどればブルースだしっていうか、ね、みんなエブリデイアイハブザブルースなわけですよ。もう本当にそうだね。思ってることを音楽で表現するっていう部分として、ブルーズってやっぱポップミュージックの最初として欠かせないものだと思ってるんで、諦めないですね、ブルーズ。Up at 6 a.m. today in my room.